ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらの作品を紹介します。開きが大きめで、腕の開きもこんな感じで大きく、スリットも入っていて、夏を演出したデザインになっています。透かし模様がとても軽く、180g で完成しました。後ろの丈もこんな感じで安心サイズかと思います。こちらの襟元と袖口と裾の縁編みは色を変えて編みました。サイズは平置きでだいたい身幅70センチ、丈は55センチ、開きが26センチ、前身頃の下がりが5センチ、こちらの開きが28センチ、スリットの長さが15センチになります。裾幅は44センチで、夏らしくさらりと着られるトップスが完成しました。ぜひ編んでみてください。はい。もう一回回ってみます。チャンネル登録もお願いします。使用糸はダイソーのルフティカーミーピンクを使用しました。1玉 30g を6玉使用しました。前回もこちらの色違いで編んでますので、糸の詳細は概要欄からご覧ください。使用針はかぎ針 3.0mm の5号針になります。同じ糸のルフティのレトロチャコールを 6g 縁編みで使いました。カーミーピンクでも残り糸で編めますので、お好みでお編みください。はい、鎖を90目編んできました。そうするとだいたい40センチちょっと、41から42センチぐらいの長さになります。そしたら最後の目を押さえて、鎖3目で立ち上がって、最後から1、2、3番目の裏山を拾って長編み鎖長編みを編みます。長編み鎖長編み鎖長編み、はい、4目飛ばします。裏山1、2、3、4目飛ばして5目目、1、2、3、4目飛ばして5目目にまた長編み鎖長編み鎖長編み、これを繰り返します。4目飛ばして2、3、4、5目目長編み鎖長編み、最後の模様を編んで、残りが2目鎖がありますので、この一番最初の目1目飛ばして、この最初の目に長編みを編み入れて、これで最初の段が終わります。そしたら鎖1目で編んで、道をひっくり返したら、この長編みの隣のこの穴のところに側に針を入れて、細編みを1目編みます。一応マーカーを入れておきます。そしたら、模様編み鎖3目で上がって、真ん中のこの長編み3目の真ん中の目に長編み、鎖3目で降りて、この模様と模様の間のこの穴
のところに側に針を入れて細編みで留めます。これを繰り返していきます。はい、最後に来ました。鎖3目で上がって長編み1目編んで、鎖3目編んだら、この立ち上がりの鎖と長編みの間のところに側に針を入れて細編みで留めます。はい、これでだいたい44センチぐらいになります。はい。そしたら次から立ち上がりを鎖5目で立ち上がります。1、2、3、4、5。5で立ち上がって編み地をひっくり返して長編み鎖長編み鎖長編みのこの編み方。はい、この編み方に入っていきます。この間の模様は同じです。1段目の模様編み1段目の編み方で編んでいきます。3段目の最後に来ました。長編み鎖長編み鎖長編みを編み終えたら、最後こちらの目で長長長編み1、2、3回巻いて、ちょっとのマーカーをしたところに1回、2回、3回、2目ずつ抜いて最後に、はい、こういう感じで編んでいきます。あとは繰り返しですね。立ち上がってこの穴のところに側に入れて、またこの2段目の編み方と一緒です。1、2、3目で立ち上がって真ん中の長編みに長編み1、2、3目で降りる。そしたら今度このダイヤのところに側に針を入れて細編みで留めていきます。繰り返していきます。はい、まっすぐ編んできました。2段で1模様になるので1、2、3、4、5模様と半分11段編んだことになります。そしたら今度は、鎖3目で立ち上がって長編み1目編んで鎖3目で、降りる編み方になります。なので、鎖9目3目編んでマーカー1、2、3目編んでマーカー3目編んだら肘をひっくり返してここでいいかな。このところに側に針を入れて長編みの未完成とこの真ん中の長編みのところに長編みを編んで引き抜きます。そしたら鎖3目で降りてこのところに側に、あとはこの編み方で編んでいきます。はい、このように編んできました。ここからこのように増やしたので2、4、6、あと12段編んできたことになります。今度は鎖3目
長編み鎖3目で降りる編み方になるところになります。またこの編み方をまっすぐの編み方になります。立ち上がり鎖1目編んで道をひっくり返したら、ここのところに側に針を入れて細編み1目マーカー入れて鎖3目で編んでいきます。こちら後ろ身ごろになります。まっすぐに5号針で24段編んできました。ここからまっすぐになるので、この模様が1模様として123456789101112模様まっすぐ5号針で編んできました。前身ごろの方はこのように編みます。この2段で、1模様で12345模様、10段は5号針を使用します。そしてここの2模様4段は6号針を使用しました。そしてまた123模様は5号針に変えてまっすぐ身ごろを編みます。そして5号針でここの4段2模様はこの肩の部分を編みました。12345678910模様、14模様目鎖3目で立ち上がって長編み編んで鎖3目で細編みで留めたら、鎖5目で立ち上がってまたこの長編み鎖長編み鎖長編みのこの模様に入って折り返してこのように編みました。そしたらこちらも10模様、端から10模様、12345678910、ここのところから同じ方向で編みたいので、こちら側から5号針で針を入れて新たに糸端を付け足してこのように小指で糸端を持って編んできます。鎖1目編んでここに細編みを編んでから鎖3目長編み鎖3目、はい、この編み方でまた編んでいきます。こんな感じで左肩も編んできました。糸端は、糸始末分だけでカットします。そのまま編んできた右肩の糸端は、この肩の3倍以上取って残してあります。そしたら糸端の始末をしてスチームを当てます。スチームはこのサイズで当ててください。幅が70センチ、丈が55センチ、肩が 22.5 センチ。こ
この襟の開きが25センチ、肩の下がりが5センチ、袖の、だけが30センチ、ここのスリットのところが15センチ、裾が45センチ。5号針で襟の内編みを編んでいきます。ここが肩はぎをしたところになります。1目拾って鎖を編んで、同じところに細編みを編みます。マーカーをして、この、穴のところ、鎖5目のところ、長編みのところですね。はい。ここを細編み4目。ここの交差しているところに細編み1目。繰り返します。1、2、3、4目。この交差しているところにこう11目編みました。そしたらここの、ここのまっすぐのところになるので、この1目手前で交差してるところと、このダイヤのこちらの前身ごろのまっすぐの部分になります。ここに針を入れて2目一度編んだら、この長編み鎖の鎖のところの穴のところに側に針を入れて、こちら側を編んでいきます。次長編みの目、次側に細編み、長編みの目、隣の長編みの目、側に針を入れて細編み、長編みの目、細編み、鎖のところ細編み、長編みの目、長編みの目、はい、まっすぐ来ました。長編み、鎖、長編みの目に細編みを編んで、このダイヤのところです。ここの角のこの穴のところに針を入れて、細編みを編んだところの目、ここが鎖5目のところですので、その、ここの交差しているところに針を入れて一気に引き抜きます。2目一度で細編みを編みます。そしたらまた4目で2、3、4目編んで、この交差のところ細編み4目、1、2、3、4編んだら肩をかがったところになります。ここ、適当にこの交差してるところでもいいので細編みを編みます。そしたら後ろ身ごろの部分ですので、この鎖を編んだところに側に細編み、長編み、
のところに細編み、鎖のところに側に、でこれで前身ごろと同じように編んでいきます。後ろ身ごろの最後も長編み鎖長編み鎖長編みのところに1目ずつ細編みを編んで、そのまま糸を引き出してカットして、こちらの最初の目にこのように通して、の縁編みをした糸のところに感じでこういう感じに糸始末します。反対側も同じように始末してください。このお袖の方も同様にこの脇下の閉じたところから針を入れて、糸を引き出して鎖を1目編んで細編みを編んで、そしたらもうこの鎖のところ、細編み4目編んで、この交差しているところに細編み1目、これを繰り返していきます。裾の縁編みもこのスリットのこの閉じたところ、身ごろを閉じ合わせたところから編んでいきます。閉じ合わせたところに針を入れて、鎖1目編んで細編みを編んでマーカーを入れて、また4目ずつ細編みを編んで、この交差しているところに同じように細編み1目入れて5目ずつで編んでいきます。はい、裾の角のところに来たら、ここは鎖3目、また鎖3目編んで、角のところ全部で鎖6目編み入れます。そしたら長編みを編み入れたこちらの目に細編み1目編み入れて、また鎖のところに細編み4目編み入れて繰り返していきます。